こう信楽の未来のことを思うと、自分が元気なうちはそれに携わりたいなと、そのように思ってます。これぐらいの硬さの方が、よいしょ。もうちょっとかな、もうちょっとかな。同じ、もう一枚ずつ、じゃあもう一枚だけ。これ一緒かな。一緒やな。OK。これで1枚完成なんですよね。
歴史ある窯元の次男として生まれまして、親のやってる陶芸の仕事をねずっと見ながら育ってまいりましたので、またこう信楽というねこの産地どこ見ても焼き物であふれ返ってるし、狸の置物もたくさんあるわけじゃないですか。日常的にこう陶芸がこう身の回りにあるっていう環境の中で、育ってまいりましたし、小さい頃からこう何かこう形作るっていうことがすごく僕は大好きで、例えば小学生の頃とか陶芸をやるそういう工作の時間っていうのは必ずあったんですね。でそれで自分の思い通りのねなんかこう形、作品作る。でそれが入選とか賞をいただいたりとか、そういう経験、成功体験も数多くありましたので、別にその陶芸にすごく興味があるっていうよりかは、陶芸が本当にこう身近にあった、土を形にするっていう経験を小さい頃からやってたおかげで、社会人の経験を経てやっぱり自分でものづくりしたいっていうふうに思ったのが25歳の時だったんですね。そこから28年間もうずっとやればやるほど焼き物が大好きになってる、そんな感じです。父親からちゃんとろくろの勉強をしてこいと、自分で思い描いた形を自分の思い描いた通りの形にできる、そういうスキルをちゃんとこう磨いてこいということを言われまして、1年間だけ陶芸の学校、信楽には窯業技術試験場というところがありますので、そこでろくろの勉強1年間みっちりやりました。やっぱりやったいいのできたって思った瞬間はそれはそれで嬉しいんですけども、でもやっぱりほんまに嬉しいのはお客さんが使ってくださって本当にこう自分が思い描いてる以上の使いこなしをしてくださってる。このお皿ってやっぱりここにお料理が乗って初めて完成品なわけじゃないですか。使われて初めてやっぱり価値があるわけで、もちろん飾るでも価値ですし、自分が想像してる以上の使いこなしされてすごく喜んでくださってる、そういうのを拝見した時がやっぱり一番の充実感を感じますね。例えばこれ割と本当昔から作ってる定番のお皿なんですけども、実はこれね表面裏面両面で使っていただけるお皿なんですね。このリバーシブルのお皿っていうのが僕のやっぱりこう作品の中ではなんか名詞のような作品になるわけなんですよ。奥田明といえばもうこのリバーシブルみたいな、これもそうです。こっちが元祖なんですけども、両面で使えるっていうこの発想が僕のものづくりのやっぱり原点になってるなと思うんですね。昔信楽焼の一応公募展があったんですね。毎年公募展には出品してて、このリバーシブル皿を出した時、その前年にものすごく僕の作品をあまりいい評価をしてくださらなかった審査員の方が、奥田君ねこれ本当は大賞にしたかったのよ、だけども今回2番手の優秀賞にしたのは他にねものすごく大きい作品があったからなんだけど、私はこれが一番すごいと思ったって言って、どうやってこんなリバーシブルにしようって思ったのって言って、いや実はユニクロが当時リバーシブルのフリースが出ましたっていうのが2000年頃かなあって、その感覚がすごいなと思ったんですよ。高品質で低価格でそして機能的やみたいなね。でその僕哲学とか思想がすごく共感して、それで思いついて作ったこのお皿なんですよ、リバーシブルのお皿で。お客さんから四角い形のリバーシブル作ってくださいみたいなこと言われて、でこの四角い形のリバーシブルっていうのを作ったんですね。こっち側は溝が掘ってあって揚げ物とかあと焼きたてのパンとか置いた時に蒸気がこの溝から逃げてくれるのでべちゃっとならないというね、黒っぽい面でできてるので油汚れも気にならない。でこっち側は白い面ですよって、なんかこの二面性がすごく面白いなと思って、だから自分のやっぱり作品作りの原点はこのリバーシブルのお皿です。これはねもう一缶とねカチカチになっちゃうか。はい。ああ、はい。あ、みたいな。なかなかこういう伝統工芸っていうのは普
不安な部分が多いと思うんですね。実際自分が取り組むにあたってこれを続けていけるのだろうかっていう不安。これが本当に世間に認めてもらえるのだか、また売れていくんだろうかっていう不安。僕みたいに育った環境が信楽じゃない、ね、こういう産地じゃない人なんかしたらよりもっと不安やと思うんですね。身近に陶芸がなかった場合っていうのは。いろんな不安だらけやと思うんですけども、だけどやっぱりものづくりがやりたい、ものづくりが好きだと思って、例えば芸大とか美大とか行かれる若い子 いますよね。芸大美大行ってもそのままじゃあ陶芸の道に入る人って本当にごくごくわずかで、実際そこ入っても続けられるかどうかっていうのも不安の中で見えてこない部分が多いと思うんですけども、私の工房にも過去2人5年とか4年とか修行して、その後作家としてデビューしている子がいます。この2人とももう大人気作家になってますし、なんやったら私よりも人気かもしれないぐらい人気になってます。本当に素晴らしい作品作れるぐらいになってますので、そういうやっぱり成功例もあります。本当にまずは飛び込んでみるのが大事かなと思うんです。やっぱり職人の世界って積み重ねるしかないんですよね。失敗しても諦めないっていうそこの精神力が強い方じゃないとダメかなと思うんですよね。やっぱりそういうふうに常にチャレンジできる、そういう精神力のある人は成功していける。僕はそう信じてます。本当に僕も駆け出し、これからやっぱり作家としてデビューしていきたいっていうやっぱり思いの中で2、30人のチームの中に入れていただいて、ゴールデンウィークの、休みの期間に信楽の国道沿いで2、30人集まってで展示即売やりますよみたいな、そういう小さい集まりから始まったんですね。初めの頃はやっぱり自分が作ったものが買っていただけることへの喜びが強かったですよ。それも本当に充実はしてたんですけれども、やっぱり空き地のでやっていけない交通渋滞がとか街からの批判の声がとかもあって、どうしようかと思った時に陶芸の森でもうちょっと規模を大きくしてみんなで集まってやろうというふうになったんですね。今年で第19回目の信楽作家市やったんですけど、第1回目の作家市っていうのは60人ぐらいの集まりやったんです。地元の作家さんだけ60人プラス、問屋さんも4人ぐらい入ってらっしゃって、始めた当初は陶器祭りの真似事みたいな、僕らはやっぱり作家ばっかり集まってんのに作家としてデビューできるきっかけにならないといけない、そういう会にしていかないといけない。で、作品として価値をつけていく。500円均一、1000円均一ですよ。みたいな適当な売り方じゃなくて、3000円で売るのは簡単かもしれへんけども、じゃあこれを5000円で売ろうとした時には、ちゃんと5000円以上の価値に見えるように展示しなきゃいけないよね、みたいな。やっぱりちゃんと重機とかもきれいに整えて、やっていけば、やっぱりお客さんもそうやって評価してくださるだろうし、ファンを魅了できるような作品の展示の仕方、また接客の仕方。やり始めた当初はビール片手にお客さん相手したり、飲んだくれてもうお客さん相手もせえへんような作家さんもいたんですよ。それじゃ絶対具合悪いと思って、わざわざ信楽に来てくださるお客さんにどうやって喜んでもらえるかっていうことをやっぱりイベントの企画者としてお客さんがどうやったら喜んでもらえるかっていうことをいろいろ考えながらイベントを積み重ねていきました。作家さんが出たい増えていきました。実際あそこで出れる人数っていうのが多分130人か140人ぐらいが限界なんですよ、キャパ的には。出たいですっていう人がどんどん増えていって、今年はもう309人の方から、日本全国から309人の方がご応募あったんです。で実際出れるのが140人ぐらいですから、半分以上の方があれは落選せざるを得ないんですよね。さすがに作家さんを選定するっていうことがものすごく苦痛になってしまってたので、審査員を設けなきゃいけないと思って、ギャラリーをされてる方とかにお願いしたんですね。そういうちょっと環境づくりを整えていったんですね。やっぱり信楽でやる以上は、信楽で作刀される作家さんがある程度フューチャーされないといけないですから、そこは大切にしつつ、でもやっぱり外部からも出たいという方をどんどん取り入れることによって、で日本全国からやっぱりお客さんが
こう信楽にやっぱりそこに人の動きがどんどんあることで信楽を認識してくださいますし、人の動きがやっぱりこうないことにはこう観光地としてまたこうその伝統工芸としてやっぱりこう底上げできへんなと思いましたし、信楽にやっぱりこうちょっとでもたくさんの方訪れてほしい、そのきっかけとして信楽作家市をやっぱりいかにこう価値あるものにしていくか、イベントがあることで、そこに出れる作家になろうみたいな、やっぱそういうやっぱりこう押し上げにもなると思うんですよね。これも僕一人でやれてるわけじゃないんですよ。いろんな協力者、いろんな方の意見を聞きつつ、ちょっとずつやっぱりブラッシュアップできるところはどんどんこうブラッシュアップしていって、ね、4日間で5万人ぐらいが来ますから、この信楽にね、なんかこう信楽の未来のことを思うと、自分が元気なうちはそれに携わりたいなと、そのように思ってます。実際自分もだから一出店者でしょ。自分の出店ブースほったらかして僕わーっと言ってるわけじゃないですか。だからめっちゃ怒られますけどね。秋田さん早く帰ってきてくださいとか言って従業員にめっちゃ怒られるんですよ。でもそれでもね、やっぱりこうまずはイベントのやっぱり無事故と大成功がもう最大の目的なので、そこは絶対にもう妥協したくないんですよね。